全然ちゃうんですよ。ブランド確実に違いますよね。じわじわでこんなにジューシーです。雑誌割烹重吉料理長の斉藤です。今回は板前歴20年の私が教える肉汁10倍ジューシーな唐揚げの作り方を紹介します。今回は皆さんのどのご家庭にもあるものでジューシーになりますので、ぜひ最後までご覧ください。今日はスーパーで買ってきた鶏もも肉を2枚使います。じゃあまず普通の人の切り方、普通ですね。これで普通に切って、一口大の大きさに切っていくと思うんですけども、では僕のやり方、まずちょっと血合いとか筋があるので臭みをなくすためにちょっと処理します。こういう風に血がもう残っちゃってる状態とかちょっと気になるのでこう取ります。で硬い筋とかも取ります。でこう硬い白くなってるところですね、こう触るとコリコリしてますね。こう取ります。これをやるだけでちょっと手間ですけど、臭みとか食べた時に変わってきます。こんな感じですね。でもも肉がちょっと厚いところとかがあるので均等に合わせます。開いてですね。厚みを均等にします。ちょっと上がりが揃うように、ね、全体的に同じ火の通り方するんで結局がジューシーになりますね。でこれから切ります。ここもやっぱりその大きさを揃えるのがコツですね。揃えると均等に上がりやすいですね。でこんな感じで皮も美味しいんで皮も均等につけたまんまいきたいです。そうしたら普通に切った鶏肉の方から味付けします。まず魔法の粉これぐらいちょっときつめ、どこにでもあるニンニク、生姜、卵だと言いますけど醤油、これが一般的な味付け。30分ぐらいつけて揚げる。では僕の唐揚げの味付けをやっていきます。まず鶏もも 500g に対して水 200cc と、それの 10% ぐらいの塩ですね。 20g の塩、同量の 20g の砂糖ですね。これをよく混ぜます。ここに鶏肉を入れていきます。なぜ鶏肉を漬け込むかと言いますと、揚げた時に水分が蒸発してしまうので結局硬くなってしまうということがありますので、あらかじめ漬け込んで水分を含ますことをします。塩には肉の筋繊維の縮みをなくします。水分を肉に蓄える効果があるので塩を使用します。砂糖に関しましては肉の縮みを防ぐ効果があると言われてます。でここに上からラップで冷蔵庫で寝かせます。次は、一般的な揚げ方をしていきます。半々で入れます。で揚げていきます。普通にこう180度の油に入れていきます。じゃあこの一般的で揚げた唐揚げを切って断面を見てみましょう。こんな感じで、ちょっと潤ってますがこんな感じです。じゃあちょっと食べてみますね。美味しいですけどさっきのだったらもうちょっとジューシーになってるんで見てみましょう。鶏肉がこちらになります。だいぶ柔らかくなっているような見た目になってます。水を切っていきましょう。水が含みましたね。これを拭いていきます。じゃあ味付けしていきます。味付け塩コショウ、ご家庭になりますね。すりおろし3センチ、こちらもよくあります。生姜3センチ、生卵1つですね。それからお酒大さじ2、濃い口醤油ですね。これも同量ぐらいで、ここでちょっと砂糖。うまみはやっぱり甘みなんで砂糖を入れます。はい、混ぜます。混ぜ合わせたら、10分から20分寝かせます。味がちょっと染みるように。だいぶさっきの浸透圧で味が染みやすくなってますのですぐ染みると思います。で片栗粉半分、片栗粉と小麦粉半々ですね。でここへちょっと水分が多いんでここへ入れていきます。20分経ちましたので衣をつけて揚げていきます。結局こうなると粉気持ち多めにいきましょう。カラッといくんで。よし、いきます。で揚げる時にポイントがまたありまして、この皮ですね。皮でなるべく身を包んで静かに入れる。
皮を下にしていきます。皮がないやつもあるんで、ないやつも一応こう俵にしていきます。皮がパリッと揚がります。皮を広げて丸めるっていうか、皮をついてるんで、皮をなるべくつけたまんまこう広げて、皮から先に皮を広げてから形作っといてから揚げた方が早いですね。よくラーメン屋の唐揚げでこういうのあるじゃないですか。カリカリのとこでもう肉につけちゃいます。大体入れた時には、こんな感じでシャバ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 って泡がいっぱい出てくるんですけど、上がってくるともう少し大きなボコボコっていう感じになるので、あとは音がパリパリって音してくるので、それを参考にしてます。ここで水が抜けないっていうのが先ほどの浸透圧みたいなもの全然ちゃうっすよ。クラウドルですよ。そんなにお湯切ってないんでね。クラウドルすげえ。こう泡がこう周りにたまにボコっていうでかい泡が出てくる。確実に違いますよねこれ。これはすごいな。じわじわです。上がったので切っていきます。見るから違います。ここ皮パリパリですし、おっとこんなにジューシーです。溢れてきます。切ったところからちょっとテリテリになってきてるので効果ありかと。はい、では食べてみます。柔らかい。でジューシーです。水につけたのが下味になってて、ちょっと味がしっかりする。美味しいですね。いや、美味しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。重吉では普通のお弁当屋さんと違った料亭ならではの懐石料理をご自宅まで配達させていただいております。全国に北海道から沖縄まで400店舗ございますので、写真のイメージそのままにお料理をお届けさせていただきます。料亭スタイルの技を食べてみたい方はぜひ概要欄からご注文ください。ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。ありがとうございました。